クールアップしてんのもう12時半ですか？はい。もう食べてるはい、召し上がってください。21作、後ほど打ち合わせで使うので、そのエアコン入れてあります。そう食べたこっちはいこっちでそっちはさあ、一番奥なんですけども。うち銀座店の方で天然うなぎというメニューがあるんですけども、うち天然うなぎに関してはなんか熟成の魚、最近お寿司のネタでも流行っていると思うんですけども、天然うなぎを熟成させてそれでご提供してるんですよ。はい、でその工程をちょっと銀座の分のもちょっと最近よく売れるので、こっちで杉戸でも仕込んでるので、はい、そうです。そうなんですね。はい、まあ、こっちのお店でも天然うなぎメニューあるのでお出しできるんですけども、出る割合としてはやっぱ銀座店の方が多いので。この炊きたての時はまだ血含んでてピンクだったり真っ赤だったりするんですけども、まあ、これ日曜日にやったやつなのでもう5日目なんですけども、だいぶ水分とかが抜けて身が真っ白になってきて、そのいろんな産地の
癖があるんですよ、うなぎ本来の。それをその熟成して凝縮させることによって、そのうなぎの味だとか、そのいい意味での癖が前面に出てくるので、はい、ちょっとより天然らしさを出すために、うちは天然うなぎで熟成させて提供しています。より天然らしさを出すために、そうですね、強調してあげるっていう形ですね。産地とで違うんですけども、その時その時の食べてる餌だったりとか、皮の匂いというか、やっぱありますね。変な言い方してしまうと、その目の前の利根川だとか荒川のやつだと、熟成しなくても、悪く言っちゃうと臭いというか、はい、あるんですよ。で、これ今回は天然これは琵琶湖産なんですけども、琵琶湖産ですと、なんだろう。これさっきのうち何匹かはお腹の中からエビとかカニが出てきたり、多分そういう甲殻類が出てきたりとか、あと小魚が出てきたりとか、あとはなんか泥食ってる人がいるんですけども、それによってうなぎの味がなんかそのエビっぽいカニっぽいフレーバーだったりとか、はい、そういう個体差があるんですよ。骨抜き1本持ってきてくれる？暴れ出しちゃうと思うあれですね。今みたいに暴れ出しちゃうと痛がって苦しんでるとうなぎの身が締まっちゃったりとかしちゃうので、なるべく苦しませないようにやるのがそうなんですね。関西はもともと血焼きという蒸さないでそのまま仕上げていって、パリッと、した食感と、あとはうなぎの脂を蒸さないことによって落とさないで濃厚なお味を楽しめるというのがあるんですけども、これは本当かどうかは昔のね、昔は天然なわけじゃないですか。水質の違いによって関東と関西とでうなぎの水質も違うし、うなぎの質も違ったっていうんですよ。本当か嘘かどうかわからないけど、味的なところで言うと、関東は背開きでお腹が中心に来てる、で関西だとこれは逆になるわけですよね。このお腹の薄いところが外側になるわけです。でそうすることで焼くときにお腹のところのやっぱ油とかお腹のところがやっぱ臭いので、そこから油が焼いてるときにポタ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 落ちていって、その蒸さなくても余分な油臭みを抜かせられるっていう説もありますし、あとよく一般的に言われる、ね、江戸文化は武士の文化だから切腹嫌うから背開きっていうこともありますし。
関西なんかその金串で打ってたりするんですけども、金串なんかも表面もちろん金属でツルツルなので刺しやすいですね。関東の場合はポンポンポン場所を変えながらやる、常に触って返さなきゃいけないので、金串ちょっと熱くてできないと。あとは金串を使うと、その金串もちろん熱くなって持てなくなるという話したと思うんですけど、金串の熱を使ってその身の中にも熱が入ってしまう、それを嫌うっていうのもあると思うんですね。ただもうあれはどこだったかな、滋賀の方の超腕のいいと今美味しいとされてるうなぎ屋さんがあるんですけど、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、そこなんかは金串から伝わってくる熱もこう計算して焼きを仕上げるっていう。だからね、どういうやり方でも自分なりの考えと理論を持ってやるっていうのは大事だと思うんですよね。200から300、400とか生の状態でそのまま蒸し上げるお店もあるんですけど、この白焼きをやることによってうまみを閉じ込めるっていうイメージですかね。このまんま蒸しちゃうともう油も全部うまみも全部逃げちゃうっていう形です。うなぎを移動して移動してるのはやっぱり炭の状態だとか火の入り方がいろいろまちまちなのでうなぎを動かしてまんべんなく火が通るように動かしてます。焼き目はもう経験の見た目で分かります。油の出方だとか、皮の焼き具合は見ればすぐ分かるんですけど、身の焼き具合は油の出方を見ながら焼き具合を判断する。10分から30分、その時のうなぎの硬さっていうか、それによるんですけど、多少誤差が出ちゃうんで、柔らかいうなぎとちょっと硬いなっていううなぎ。
落ちた時に力を発揮するんですよ。この中に入ってる骨たちも温度が高い時は柔らかくてあんまり舌にぶつかんないんですよ。これが温度が落ちた時はこれを抜いてあるとすごくクリーミーに召し上がっていただける。うちは歌舞伎の方とかにも重宝いただける。もちろん喉のこと考えてとかっていうのもあるんですけども、うなぎ屋さんのうなぎ料理というよりはやっぱり割烹料理とか料亭仕事のうなぎ料理なんで、うちの場合はその雑味の少ない料理。それはなんか私はその昔からなんか美味しいものを食べて育ててもらったっていうのが一つ要因にあるのかなというのを自分なりには分析したことあります。ばっかりの時お客様が少ない状態で、本当に毎日も慌ただしく働くような、東京の銀座とかにいたもんですから、なんか時間と体力が有り余っててどうしようかなって、やることないから毎日掃除して、で掃除してきれいにしていく中でお客様が徐々に増えていって、でこのように匂いとか音楽とか、あと声出して一生懸命なんか頑張ってってやってたら、ここまで来れたのかなっていうふうには思いますね。これだけで多分前車通った人も週末じゃあ高橋屋行くべかってなるっていう。金曜の夜とかにやると土日少しゲストが増えたような気がする。多少おまじないみたいなところもありましたけど。座る椅子、あと見える景色、お相手にしてもそうだし、その出すタイミングにしてもそうだし、もう全てが美味しいにつながってくるかと思うんで、もう総合演出でなんていうのかな、召し上がっていただく、もう本当に料理だけピンポイントで美味しいっていうのは当たり前で、で僕らで言うとその裏に隠された歴史とかなんか苦労とかそういうのも全部召し上がっていただいてるんじゃないかなって、で美味しいになるのかなと思います。言ってますが、正しい日本語、何々くださいませまで行ったということと、あとなっております、なってございます、何々になります、使わないよう、意識を高めてください。
私流しますよ。一番最後のやつ、ご飯右側が下がってるから。お願いいたします。お疲れ様です。お願いします。はい、行きます。はい、もっと行きます。お肉だけ。6とりあえずいってください。しげさん、お汁の方お願いいたします。うなぎにはあなたにとって何ですかって言った時に僕は命ですって言うんですけど、なんか僕が生まれた時からやっぱりうなぎに死んでもらって、それでお客様にご提供して、で僕は育ったので、まさに僕にとっては命だし、またそのうなぎ登りって言葉が日本であるように、やつらはこう本当に直角の滝をなんか登っていくんですよ。本当にうねうねしながら。本当にその滝を登っていけるぐらいのパワーのあるうなぎを締めて体の中に入れて、まさにもうそのうなぎ登り、滝を登れるようなパワーを僕らはこう頂戴できるっていうか、体内に入れられるっていうのはなかなか他にないですし、ここまで来てみて思ったのは、やっぱりそのお客様に自分たちが一生懸命作ったものを美味しかったよって、よかったって、ここで貝を持ってよかったと思っていただけるっていうのはすごく嬉しいことだし、なんか若い時はなんとなくうなぎ屋っていうと地味な料理や地味な商売にも感じたんですけど、今となっては本当になんか幸せだなって思えるようになったので、今後は私たちの部下たちもまだ若いので、子供たちもいて店を持たせられるような男になりたいなっていうのはすごい思ってて、でそれを持たせてなんかそのまま死んでいきたいなと思いますね。